アティの視線の先にはただ静かに眠るダオがいる。それだけで胸の奥が満たされていく。このままずっと何も変わらず隣にいたいと願ってしまうほどに、その寝顔は無防備で愛おしくて離れる理由が見つからない。そんな時間の中で不意に思い出す、かつて自分が追いかけていた夢のことを。歌手になりたかったあの頃の自分がまるで今になってやっと息を吹き返したかのように静かに胸の奥で動き出す。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。翌日、来月に控えたレースの話をする。ダオに来てほしいと伝えるが、ダオは何も答えない。それでも来てくれると信じ、勝つところを見せたい。その気持ちだけを胸に、アティはヨハンと練習場へ足を踏み入れた。帰ってきたアティは何も言わずにダオの靴紐を結び、そのまま一緒に画材を買いに出かける。店で以前ダオに絵を依頼していた客とばったり出くわすが、その視線にただの客以上の感情を感じ取った瞬間、アティはあからさまな敵意を隠そうともしない。しかもダオはその場でアティを兄だと紹介したせいでさらに火をつける。それでもアティはダオのためにどうにか感情を抑えた。そして来月のレースが終わる頃に返事をするとダオに告げられた瞬間、その言葉だけで全てが報われたようにアティの顔が緩む。部屋に戻った途端、積み上げていた熱が一気にダオへ向かって隠しきれないほどに流れ込む。こんな風に求められていることをダオは改めて実感する。画面越しでも十分だったはずなのに、アティの強さに押されるたびもっと欲しくなる。そう感じてしまったのは私だけかしら。翌日、ダオは顧客との制作オーダーに行くとアティに伝える。その相手があの時のキムだと知った瞬間、アティは信用できないと判断し、友人に2人の様子を見張らせ、自分も最速でそのコーヒーショップへ向かう。案の定、キムは思いをぶつける。だが受け入れられないダオを前に、アティのどこがいいのかと指すように言われて、ダオは一瞬も迷わずまっすぐアティの肩を持つ。そこへ現れたアティはすかさずダオを自分の胸へ引き寄せる。言葉より先に行動で示すように2人は店を後にした。家に戻ってもアティは手を離さない。逃がす気なんて最初からない。ダオがキムの告白を断ったと正直に話すと、その一言だけでアティは抑えていた感情が一気にあふれ出して嬉しさを隠しきれない。今度は2人でジムへ行く。そこで以前アティと関係のあった女とばったり出くわす。彼女は迷いなくアティに近づき距離を詰めてくるが、アティはあえて手を振り払わない。ダオがどうするのか、その反応を見たかった。ダオはそれ以上見て見ぬふりができずトイレへ駆け込む。アティはすぐに後を追い、やきもちかと問いかけると、ダオはごまかさずにうなずく。自分にはやきもちする資格があるのかと静かに問い返す。その一言にアティは溢れ出る思いすべてをぶつけて、ダオが受け止めきれないほどの熱量を帯びていた。逃げるようにダオが先にトイレから出たところに、さっきの女が手を挙げる。振り下ろされる前にダオはその腕を掴んで離さない。その場面をちょうどアティが目にした。女がダオを罵倒しようとした瞬間、アティは彼を過剰なほどに守るよう自分の胸へ引き寄せ、女をあっさり切り捨ててその場を後にする。家に戻ると、ダオは初めて自分からアティの頬にキスを落とした。ダオの部屋の修理は終わり、もうそれぞれの部屋に戻っている。それでもアティは理由を探して入り込んでくる。猫が恋しいなんて分かりやすい言い訳を口にして勝手にダオのベッドへ潜り込む。そこまでは無言で許していたが、服の中に手が入り込んだ瞬間、空気が一変する。ダオはすぐに電気をつけ、容赦なく叩き出す。枕で殴り、耳を引っ張り、遠慮なんて一切ない。やられているのがアティだと思うだけで妙におかしくなる。アティは二度としないと約束して、その夜はおとなしく引き下がる。そしてレース当日、結果がどう転んでもダオはもう覚悟を決めている。その思いを背負ったまま、アティは迷いなくハンドルを切り、そして勝つ。まっすぐダオの元へ戻ろうとしたその瞬間、負けた相手に囲まれ殴り合いに発展し、
その中で銃が向けられる。引き金が引かれ、弾は腕をかすめるだけで済むが、次の瞬間背後から強く撃たれ、そのまま意識が途切れた。そして中で待っていた父とダオたちは何が起きたのかもわからないまま、銃声を聞いた瞬間に外へ飛び出す。そこで目にしたのはただ倒れたまま動かないアティの姿だった。その光景にダオの中で初めて失うかもしれないという現実が押し寄せ、全身から血の気が引いていく。病院でも取り乱したままノースにすがりつき、言葉にならない思いをぶつけるが、ノースも心配してはいるが、どうにか平然を装うといつも通り軽く受け流し、もしアティが死んだらもっといい人を見つけてあげると慰めるつもりで返す。アティが無意識にそれを聞いたのか、怒りに任せて目を覚ます。その一瞬で張り詰めていた空気がほどけ、ようやく全員が息をつく。やがて自然と人が引き、ダオとアティだけが残された。そこでダオは初めて自分からアティが望むならその全部に応えられると迷いなく伝えた。彼氏になってくれるかという問いにダオはすぐにうなずき、さらに自分がその相手になりたいと求め返す。アティは一刻も早く退院してダオを自分のものにしたい。その気持ちは抑えきれず、入院中でさえダオの眠るソファーに潜り込み、同じ朝を迎える。そして退院の日、待ちきれないまま家に戻り、ドアを開けた瞬間、ダオを壁に押し当て、言葉より先に全身で確かめるようにキスを落とす。その力強さも求め方も逃がす気のない執着も、見ているだけで本能を揺さぶってくる。こうして2人はようやく結ばれた。ダオがそばにいてくれたからこそ、アティは母のために医者になる道を手放し、自分の本当の夢へと踏み出す。今度は迷わず歌手になることを選んだ。ダオもアティを実家へ連れて行き、家族と自然に打ち解けていくその様子を見たとき、胸の奥に抑えきれない感情がこみ上げる。ここまで来たのだとようやく実感する。アティはこれから何があっても絶対に手を離さないと約束し、2人の関係は十分すぎるほど強くなった。また次回お会いしましょう。ではでは。